皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は4月の大歌舞伎初日に来ました。今月はいろいろなドラマ物語があるので楽しみです。今日は1位から3位を発表します。それでは歌舞伎座初日、少し甘い模様ですけども中はあったかいでしょう。行ってみましょう。レッツゴー。これからランキングを発表します。私のランキング一幕二席用に作ってます。そして3つの観点で私はランキングつけてます。一つは私のドーパミンが上がるか、ドキドキするかワクワクするか、それとも大きい感動を得たか。2つ目、私がもう一度見たいか。そして3つ目は初心者の方にも見せたいかというこの3つの観点で選んでます。ただこれはあくまでも私の感想ランキングです。ぜひ皆さん自分の目で確かめてください。それでは1位から3位を発表します。今月の3位は小引町の仇討ちの2幕目です。ぜひ小引町の仇討ち1幕2席でも1幕目と2幕目続けてみることをお勧めします。そうすると物語がぐっと面白くなります。今小引町の仇討ちの2幕目が終わりました。いやー、最後気持ちよく終わりました。皆さん、芝居とは本当に良いものですね。また会おう、必ずということで、気持ちよく染五郎さんのやる菊之助が去っていきました。2幕目の前半ではこの菊之助が仇討ちをすべきかどうか悩む、自分が仇討ちをしないでこのままいる、または自分が死んでしまった方が本当は良かったんではないか、父親に殺されるべきだったんではないだろうか。でそれを菅原道場手習い鏡の松尾丸が自分の子供を犠牲にして主君を助けるという話を出して萎えます。そんな中で彼を助けたいと思う周りのみんなが、死んではダメだと、生きるんだと、そして知恵を縛ります。そして家をどんどんと行って雪が降る中、歌舞伎小屋の森田座の前でなんと仇討ちが始まります。秀者さんが今度は貧しい身なりから堂々した作兵衛、肩で風を切ったられます。そして染五郎さんの菊之助、着物を羽織って女に見せかけてパーッと作兵衛が声をかけようとした時切りかかります。さあ始まった。この仇討ち、歌舞伎小屋を縦横無尽に走りながら切り合います。そして作兵衛をついに切った体に血しぶきが飛びます。でそこのちょっとからくりのところは、これはぜひ見るか、または永井紗耶香さんの小説を読んでください。そこはちょっと伏せますけども、見事成敗して敵討ちを終えます。首を取る。そしてそのまま自分の家に向けて旅立とうとします。みんなが見送る。でもその秘密のからくりがあるから気持ちよく終わりました。この劇の中でも言われてますけども、悪書と言われて、首脳交渉のさらに下と見られたこの、芝居の役者たち、芝居を取り巻く人たち、悪書だけどプライドを持ってる、そして温かい
絆も持ってる、助け合いも持ってる、そこに一直線の武士だった菊之助を感銘する。座っていてもご飯が自動的に出てくるわけじゃないんだと、人の温かさ、努力、そういうものがあってきちんと生きていけるんだということを知って大人になった菊之助さん、染五郎さん、最後本当に爽やかな顔して、こんなに初日がうまくいったということもあるんでしょうけども、爽やかな顔して去ってきました。ということで、なんといってもこの永井紗耶香さんのもともとのこの小説のからくりがよくできてるんで、時間軸に今回は並べ直して芝居は進んできますけども、本当にこのからくりでよくできてました。それをさらりと回り舞台を使って見せるというのもうまい仕掛けでした。ぜひ皆さん劇場に来てみてください。ということで染五郎さん、成功おめでとうございます。さらに日にちが進むと洗練されてよくなるでしょう。こういう気持ちの良い、時代劇のような芝居もいいですね。新作小引町の仇討ちでした。そして第2位は彦山権現誓いの助太刀です。今彦山権現誓いの助太刀が終わりました。敵は俺が取ってやる、己このまま置くべきか。いやー、仁左衛門さんかっこいいですね。押して本当にパワフルでした。この演目、青井太夫のこの勢いのある声に乗って、最初は静かに、そして徐々に盛り上がり、最後は敵討ちに向かうところで終わりました。それも仁左衛門さん、自信を持った笑みを浮かべながら、なんと秀之助君を抱えて仁左衛門さん終わりました。素晴らしい。話はこれは六助という仁左衛門さんが演じます。これ奇数日は仁左衛門さん、そして偶数日は幸四郎さんが演じるというダブルキャストです。今日仁左衛門さん見れたのはとてもラッキーです。この六助、本当にいい人なんですけども、剣は強いで、六助を破ったら500石与えるという、なんと褒美が出るというお触れまで出ています。そしてこの六助に勝つために全成、美人全成、これを家禄さんがやってます。家禄さんが本当は偽物なんですけども、年老いた母親を連れて行って、だから俺に勝たせてくれという。そして、人の良い六助はこれは、勝たせてやる。なおかつこの全成、最後に六助の額バシーンと殴って血を出させて終わる。城内からはあーという悲鳴も上がってました。かわいそうな仁左衛門さん六助でも、耐えてニコニコしてますと、いいことしたと。でも最後はこの美人全成、実は京極匠という自分の師匠の敵だということが分かって、そこで怒りの表情を浮かべます。
そしてさっき言ったように無事六助が敵を取りに行く、敵討ちで終わりました。その間にその京極匠に父親を殺されたお園高太郎さんを演じるでも怪力の女なんですけども、六助が許嫁だと分かって、可愛くなる、そんな公演も見えました。いやそして家禄さんがこの悪い役で、本当は33子の役というんですけども、いやでも家禄さんこの悪、なんと顔がまるで映画のジョーカーのように、もうその化粧から不気味で迫力、悪の迫力ありました。ということで、この完全な浄瑠璃に乗りながらベテラン勢が若くてここまでできるという演目でした。以上、彦山権現誓いの助太刀、素晴らしい演目でした。浄瑠璃に乗ったベテラン勢が活躍しましたけども、お知らせです。4月の17日の木曜日、午後2時から世田谷文学館で元、国立劇場でいろんな演出等をされていた、そして明治大学教授だった神山明さんの講演会をします。テーマは昭和60年代、国立劇場20周年代の歌舞伎界について語っていただきます。今の若手のさらに、親の世代、そんなキラキラ輝いていた話、あと、今日出てきたベテラン勢の話も出てくるんじゃないでしょうか。ということで、通になる、そして今を支える先輩たちの話を知るというにはいい機会だと思います。4月の17日世田谷文学館でやりますんで、もしよろしければ講演を聞きに来てください。以上、お知らせでした。そして栄えある第1位、第1位は尾上右近さんの春京鏡獅子です。おめでとうございます。で、今尾上右近さんの春京鏡獅子が終わりました。いやすごいものを見たという印象です。私が一番すごいと思っている玉三郎さんの詐欺娘を初めて見た時のようなこの感動というかノックアウト感です。素晴らしい。いや右近さんやりました。さすが、ご自分でも、曽祖父の6代目菊五郎の鏡獅子を見て、3歳の時からいつかやりたかったと言ってましたけども、ここまですごいとは。江戸城の大広間で、踊るという設定です。そして踊らなくてはいけないんですけども、踊るように連れてこられて、でも恥ずかしそうに一旦下がるんですよね。綺麗な女性の格好で、そして再度連れてこられる。そしてきちんと、決意をして、踊り始める。いやでも、少し、今の右近さんちょっと日韓的な、色っぽさ、目もトローンとしたところもあります。自分の花というか自分の色気がこのまさに今でしか見られない色気があると思います。いやもう最初からなんか右近さんの周りに私は蝶が見えてました。蝶が5匹ぐらいひらひらと舞ってる姿が見えていて、その中を右近さんが踊ってました。いや使う道具は
扇子を、1本2本、使うというシンプルなものなんですけども、やっぱりこの手の動き、そしてきちんと腰を落としてとか、そういうレベルだけじゃなくて、あとコンマ何秒、少しだけ音より後に体動かして、その柔らかさ、空気を動かす感作ってるとか、もうとにかくすごいです。そして途中獅子頭を持つ、獅子頭が自分をコントロールし始める、そしてそれに引っ張られていく、そして去っていく。そこの引っ張られ方、もう自分の意識が獅子に乗っ取られたような、でも抗う姿、美しいというか色気たっぷりでした。そしてその後、眞秀君と亀三郎君の蝶の舞になります。この音羽屋の中で、眞秀君、親が、歌舞伎役者ではない者同士、この応援という意味もあるんでしょうか、見事に踊り切る。そして蝶の舞が終わる。本当に囃子方の方々、今日、三味線、7人、そして長唄7人、そして太鼓等ですね、7人、それもものすごい高いレベルでした。ちょうど最後の獅子が出てくる前、5秒ぐらいわざと音のない無音区間があるんですけども、場内すごい緊張でした。そして太鼓と鼓が激しく打つ中、獅子が出てくる。そっからのパワフルさ、先ほど同じ女方を演じていた人間と思えません。完全に獅子です。飛び上がって足をそのまま台の上に落とす。すごいアクロバティックです。でもしっかりとやっぱり日本らしくて、重心が下に行ってると思います。そして最後は、毛振りをする。獅子が完全に乗り移って、で最後眞秀君と亀三郎君が出てきて終わりました。すごいな。実は、先週アメリカに行って、ブロードウェイとワシントンでいろいろ最新のエンタメ調査してきました。去年の10月にもラスベガスとブロードウェイに行ってエンタメ調査してます。いろいろブロードウェイのミュージカルとかも見ましたけども、こういうタイプないんですよね。一人の役者が女役、美しい色気のある女役をする。そして今度激しい獅子に変わる。両方ともきちんとこなす全然別の人格を表す。そしてそれらは時空を超えるというところ、やはりこれ日本ならではの素晴らしい芸能だと思います。本当に世界に誇るべきものです。その世界トップレベルのものを今回右近さんが見せてくれたと思います。ぜひ生のこの右近さん、そして眞秀君、亀三郎君、そしてこの演奏、生の演奏を見に行きましょうということで、度肝抜かれたすごい世界最高の春京鏡獅子歌舞伎18番でした。以上、春京鏡獅子レポートでした。右近さんすごいおめでとうございます。ということで、今月もとてもバラエティに富んでいて、踊りから物語、そして講談ベース、新作、古典、いろいろ混ざって楽しい月です。そしてぜひいいねをお願いします。いいねやチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も歌舞伎座で声をかけていただいて嬉しかったです。そしてぜひ皆さん感想をお書きください。あなたの感想、またはどんな、歌舞伎を見たいかという話をぜひコメント欄にお書きください。
あと LINE 公式も毎週やってます。毎週月曜日に歌舞伎および落語の情報、文楽の情報、そういう物語の情報ですねを私が毎週発信してます。無料で見れるテレビの情報もお届けします。ぜひご登録ください。ということで4月も始まりました。4月の初日、歌舞伎座から失礼します。歌舞伎 YouTuber の電脳和風でした。それでは。